どうも、ジャルです。と、すいません。開始がね、遅れてしまいました。あれ、なんか音声がおかしいかな。私の声が戻ってるかな。声にエコーが設定した覚えがないぞ。なんだろう。なんかね、声にエコーというより多分、私の声が2つ入っちゃってるっぽいっすね。どうしようかな。ちょっと待ってください。これ落としたら大丈夫になった気がする。これで大丈夫そうですかね。エコー治りました？多分ね、悪さしてたのこいつだな。ありがとうございます。助かります。すいません。はい、多分、Steam が起動してたせいで、そっちと両方マイク拾われてたんだ。はい、すいません、遅くなりました。皆さんありがとうございます。Twitter しかちょっと連絡できなくてね、時間を変えることができなくて、開始が遅れてしまいました。ちょっとね、JAL 系今日、家族でお出かけしてたんですけど、帰りのバスを、乗り逃がすっていうハプニングにありまして、帰るのが遅くなってしまい、この時間になりましたということで、はい、昨日のうちにね、スケジュール表作っといてよかったわって思いました。はい、ちょっと上からちょっとコメントを。外山雅人さん、こんばんは。ありがとうございます。コメントありがとうございます。あれ、初めましてかもしれないですかね。私も T1 は1億用意したけど、一撃で抜かれました。いや、そうなんですよ。今日の話はそれで、なかなかね、やっぱね、相手もあるよな、というのがあって、はい、その辺、話していきたいなと思ってます。長谷川さん、こんばんは。コメントありがとうございます。月見さん、案内ありがとうございます。助かります。すいません。開始が遅れてしまいました。マチルダさん、こんばんは。さくらなつねさんもこんばんは。で、ララさんありがとうございます。こんじゃるわ。のたみさんもこんじゃるわ。ということで、はい。ハプニングお疲れ様でした。はい、ちょっと、はい、やらかしましたね。なんか、大事そうなメールが来てるから、後で見よう。としおさん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、じゃあ、早速なんですけど、今日はね、お品書きを変え忘れていましたけれども、SVS の振り返りをしていこうかなと思いました。SVS よりは、PVP の振り返りかな。はい、PVP の振り返りということで、やっていこうと思います。ということで、はい、ですね、私、もともと戦力が400ちょいあるんですよ。400ちょいあるんですけど、ヒカさんこんばんは。コンジャルワだった。慣れてない。コンジャルワ。はい。戦力がね、400、それこそ430とか440ぐらいのはずなんですけど、今ちょっと140って書いてあるんですよね。はい。ということで、はい。ここにね、ここにここにいっぱい入ってますということでね、これをね、振り返りをしていこうかなっていうところですと。で、まずはね、ここに軍隊がいないから参照がしづらい。はい、まず前回の配信のところで、お伝えしたんですけど、そう、資源のね、消費還元イベントがありましたよねということで、その還元イベントを利用して、なんとかね、その時のキリがいい数値で、T1 の騎兵を、30M、3000万ですね、用意しましたっていうのが先週までのところでしたと。PU さん、コンジャラです。余裕だったはずの SBS で一体何が。いや、そうなんです。ツイッターではそう、勝った時に報告あげて、負けた時のはおもろいから、配信用に撮っとこうと思って撮っときました。はい。
はい、まあ、そうです。ちょっとね、まだ1億作れてなかったので、テスト運転で、やったっていう感じではあったので、あ、これ、これ出したいけど、今、騎兵がきっとここにいる。間に合うかな、戻そう。そうなんですよ。まずね、まあ、とりあえず、PVP いくつかあったじゃないですか。シャロンがあって、BOC があって、SVS があってっていう、何回かね、あったんで、まあ、ちょっとね、その辺を、それぞれね、いくつか保存してあったので、そこを見ながら、まあ、なんか、ちょっと良くなかった点だとか、改良したいポイントとか、なんか見ていきたいなっていうのが今日の内容になっていますと。ということでね、今はね、もう本当に最低限の舞台しかね、戻してないです。はい。ということで、ちょっと先にここに出しとこう。ラリー用の T1 騎兵をちょっとだけ残して、はい。ちょっとね、配信中はなかなかね、ラリーをね、逃すので、なるべく最終とかに出して、ただね、今ね、今日、モンハンなんですよ。だから、まあ、なるべくね、モンハンもしながら、ね、やりたいなとは思ってます。はい、今、総合ランキング、今8位ですね。これね、ちょっと面白いから先に見ちゃおう。これやばくないですかうちの、うちの同盟 TMI って言って、私今8位にいるんですけど、1位から9位までね、うちの同盟っていう、バイキング借りまくってたらこんなことになってますバイキングチャレンジを忘れないようにしないとですね。いや、バイキングが今すごく困ってあ、バイキングチャレンジはあれなんですよ。いつも火曜日なので、今日はね、月曜日にずらしてるんで、実は大丈夫なんです。むしろ今自分、騎兵をまだ生き返らせてないんで、バイキング13歳や援軍要請するっていうこの低たらく、悲しいです。はい。そう、今日はね、いきなり月曜日、モンスター討伐から、王の対決が始まったんで、うちの同盟、死ぬほどバイキング勝ってて、ちょっと前はね、1から10全部うちの同盟でしたね。そうです、今日月曜、いつもね、火曜日なのに、今日はそう、月曜日にやってるんで、ちょっといつもとね、勝手が違くて、申し訳ないのですが、いや、そうなんです。ちょっとね、明日もしかしたら、会社の飲みが入りそうで、やれなそうだなって思ったので、はい。さてさて、で、保存のところに、多分いくつかあるんですよ、というので、どこだっけなそもそも、えっと、シャロンがあったのが8月の16だ。8月の16のログって残して、17か。これだ。はい、まずはシャロンのログから振り返っていきますと、はい、これね、相手 565M で確かね、計34だったかな。はい、私よりちょっと、格上の人だったかなっていう感じなんですけれども、はい、ここはね、うまく防衛が取ることができましたっていうので、良かったログですかね。はい、これね、歩兵で来てるんですよ。はい。珍しく歩兵で殴ってきてるんですけれども、まあ、87M の損失に対して相手 144M で勝ってるとはいえ、まあなんかそんなにね、圧勝はできてないので、もうちょっと損失を減らしたいなっていうところで、こういうところが T1 の馬を、増やせればまた変わってくるのかなと思ってるんですけど、まあ、バフがね、歩兵できていて、1176なんで、なんかめちゃくちゃすごいっていうわけではないですよね。ただ、そう、歩兵はね、デバフがそんなに、つけれてないので、はい、射撃とかね、工場兵器、騎兵なんかは下げられるんですけど、歩兵のはあんまり攻撃力のデバフが今まだつけられてないので、そう、すり抜けられちゃうんですよね。なので、200、192だから、まあ、およそ1000%ぐらいのバフで殴られてしまっていますと。ということで、詳細を見ていくと、はい、私はね、ジョージと
プーリカのセットでやってるので、歩兵と、まあ、騎兵が、仕事をしているかなっていう感じなんですけど、私なるべくその騎兵をね、ゴーストしてるんですよ。その射撃が来た時に、騎兵何も仕事しないで死んじゃうかなと思って、騎兵ゴーストしてるんですけど、歩兵がね、歩兵が来てるんだったら騎兵のゴーストを戻さなきゃいけなかったなっていうところがね、すごいしくってるんですよね、これ。K34 で歩兵アタックバフ、それやったらかなり高くないですか？そう、K34 なんで、K34 で考えると多分結構ね、すごい方だと思います。あ、里山さんこんばんは。どうもどうも。すいません、開始が遅れてしまいました。はい、ついさっき始まったところでございます。そう、K34 なので、K34 で考えると1176はね、やっぱ多分高いですよね。なんか、よくよく見ると他のも結構800とかあったりとかして、はい、私のエレクトラのアタックがギリギリ1000ちょいっていうところなんで、それを考えるとやっぱり、歩兵バフってなかなか上がらない。あ、やっぱそうなんですね。いやー、そう、多分ね、この人は結構、多分、本当に殺す気でぶん殴ってきた方だと思うので、守れてよかったなと思います。そう、部隊総数も、これ196万、1.96M って、これ多分、あれですよね、ドーピング使ってますよね。おそらく K34 でドーピングなしだと、こんな2メガ近くも兵入らないと思うんだよな。K33 で資源が足りなくてまだ上げられないです。いやー、そう、もう資源がね、いや、資源がほんと辛いですよね。そう、私もね、そう、資源をうまく使いたいんでね、ちょっとね、いろいろ悩みながら今進めてるんですよね。ララさん、間違いなく使ってます。あ、そうですよね。間違いなく使ってますよね。はい。そう、だいぶがっつりしたバフで殴ってきてるんで、そう、だからね、なんていうか、騎兵をゴースト解除してれば、もうちょっと戦果良かったなって思いつつも、まあ、この方相手に、この成績だったら、まあ良かったんじゃないかな、みたいに思ってるような、はい、そんな感じで、はい、騎兵をゴーストしてるせいで、まあ、騎兵ゴーストとは言ってもね、最低限、2万とか1万とか残そうって言って残してあったのは、まあ、とりあえず、功を奏したかなっていうところですかね。はい、攻撃側見てみると、違うわ。これ K35 だわ。14の歩兵いるじゃん。14歩兵で殴ってきてる。やば。これ戦力しか出てこないの、ちょっと困っちゃいますよね。なんか私とそんな変わんないかなってイメージあったけど、歩兵14だわ。この方、はい、計35以上でした。失礼しました。はい、まあ、そう、ただそう、格上相手に、まあ、ブロックがちゃんと機能してたので、もうなんか十分、なんか、やったかなと思ってますということで、そう、はい、T1 の馬がですね、2300万いて、まあ、歩兵相手だったので結構やられちゃってますが、まあ、しっかり、活躍しているかなというところで、はい、そう、やっぱシャロンっていうこともあって、確かね、偵察なしでいきなりぶん殴られたんですよね、これ多分。はい。ヒカさん、私ようやく歩兵アタック戦超えたくらいなのに、でもそれだけ守れてるってことは、やっぱり T1 作らないとかな。そうですね、そう、なんかやっぱり、明らかに成果は出てきてるのかなというので、まだね、市長も足らないんですよ。私、市長が多分今、3つぐらいしか市長自体はね、8人連れられるんですけれども、装備の素材が足らなくて、まだ3セットしか用意できてないので、その中でもこれだけのデバフでしっかり勝てたので、これは良かったなって感じ
ですね。はい。しっかり、バフでバフを上げておいてよかったなっていうところと、あと、その後も多分シャロンのやつですかね。これなんだろう。あ、これは違うわ。これは、祝福の塔だ。塔に援軍を入れて、受けに行ったやつだ。これ何で受けたんだ。あ、射撃で受けに行ったんだ。そうだそうだ。そう、なんか激しい射撃を、激しいオセロ合戦になったんですよね、祝福の塔で。祝福の塔でオセロ合戦になって、ちょっとめんどくさいから相手のアタッカー潰したいなと思って、援軍で送って、取りに行ったっていうやつですね。そう、だからこれ防衛になってるんだ。祝福の塔で、そう、防衛で、防衛のせいで、そう、1000%超えてないんですよね、射撃兵のアタックが。本来ならアタックだったら、攻撃時バフが有効になるんですけど、多分祝福の塔でブロックしたので、バフが1000%超えてないんですけれども、基本バフが私の方が上だったのと、相手が騎兵で来てくれたのかなっていうのもあったので、そうですね、マルティネスで。なんか、不思議な、多分餅つき用の急増デッキで来られてるので、美味しくいただいたっていう感じですね。外山さん、T1 馬はどれぐらい必要ですか？私は偵察されてから攻撃されました。それまで相手サーバーモンハンしてたら乗されました。サバ戦中、一回も攻撃来なかったので余裕かましてました。私も私もですね、そう、モンハンをしてたりした時に最初死んだんですけど、多分 T1 馬をたくさん作るのも大事なんですけど、多分それよりも重要なのは、防衛艦と市長のアケメネス装備の数だと思います。はい、防衛艦の装備を T1 馬で作るときには必ず、この、いわゆるそのフラットバフですね。この、パーセントではなく、この固定アップ。そう、T1 の馬って元のパラメータが低いんで、パーセントいくら上げても弱いんですけど、この絶対値アップだと、しっかり、むしろね、HP2000 ぐらいなんで、HP2 倍、2倍、4倍みたいな、違う、2倍、3倍、4倍みたいな感じになってくるんで、はい。はい、必ず、装備をすべてフラットバフにするっていうところだと思います。で、私、進捗今60%ぐらいなんですよ。はい、あと、防御あたりをね、もうちょっとしっかりやれば80%ぐらいに上がるので、そう、私はまだあと強化もね、地味に500いってないんですよ。なので、まだ実は伸びしろがあって、常時を、しっかり全部500プラスにする、あと、この辺の、特性を上げる、はい、私、基本的には T1 馬は、壁役で、なるべく射撃や工場兵器で守りたいなと思っているので、はい、常時を結構上げようと思っている感じですかね。はい。で、あとは、そう、属州都市の市長が、どれだけ充実してるかですかね。このアケメネス市長のセットで、騎兵の攻撃力マイナ15%もそうですけど、まあ、そもそも装備自体がアケメネス装備って相手のデバフをかけてくれるので、全員に装備がついてるかどうかがかなり大きいと思います。はい。市長セット1セットは多分そこがかなりネックだと思いますね。この市長の装備セットは、これが多分めちゃくちゃ強いので、はい。防衛艦の装備も多分重要だとは思うんですけど、市長装備をつけた時の掛け算がやばいです。はい。このね、視聴装備が、私、次のまた金曜日から、装備のね、製造のイベントが来るので、そのタイミングでまた作ろうと思ってるんですけれども、はい、そしたらね、もう1セットですね、今、ネロかなんかが、そう、装備足りてないんですけど、彼を完成させて、さらにもう一人、
アンドリュー・ジャクソンかな、アンドリュー・ジャクソンも完了する予定。なので、視聴が4セットになるのかな。はい。やっぱ、すべての視聴をアケメネス装備にしないと、やっぱちょっとデバフが厳しいかなと思います。やっぱり、相手の火力をしっかり下げないと守れなくなっちゃうので。いや、そうなんですよ。はい。今、装備用にバイキングがめ、そうなんです。だからですね、今日本当に、今日マジレポート、もうひたすらバイキングを買っておりまして、はい。ね、賢者の石も欲しいし、素材も欲しいし、ゴールドも欲しいしということで、はい。それを頑張って、まあ、うちの同盟でみんな多分それを頑張っているので、あの、こんな、こんな素敵なランキングになったのかなと思います。あ、やべえ。私抜かれちゃった。後で頑張ろう。はい。そういえば、ラリー全然出してないや。夏目さん、防衛艦の腰装備、アケメネスのまま洗練するか、恒例を買ってからにするか迷ってるんですよね。腰だったらあれですもんね。この前まであった、文明ルーレットのやつでもらえますからね。ゲットできますよね。ただ、セットバフが効かないんで、文明装備2個あってからの方がいいんじゃないかなと思ったりするから悩ましいですよね。でも、高齢装備、射撃兵と工場兵器の防御力、工場兵器の防御力、工場兵器の防御力。ああ、なるほど。工場兵器上がるんだ。強いですね。敵の工場兵器の防御力も下げる。いや、文明装備はね、軒並み強いんで悩みますよね。ただ、文明装備も可能ならね、セット装備がせめて2つが発動できるならいいかなと思うんですけど、なんか、私的には、なんか、アケメネスの全マイナ15%でいいのかなって思っちゃうんだけど、どうなんだろうな。ちょっと、私では回答しづらいので、有識者の方が回答いただけるとありがたいかなっていう感じですかね。私は今また、かけら次戦宝箱を今また集め始めたところなので、今36ですね。本当に王権が集まらない。これも多分交換できる気がしない、このペースは。制服はね、なかなかなんとなく集まってきそうな気がしますが。外山さん、市長のスキルは全員再生持ちですか？ですね、PVP で使うやつは基本的に再生を、つけている途中ですかね。なかなか引けなくて、再生ってなんかレベル2以上とかじゃないと確か出ないですよね。なので、全部ではないです。ただ、いくつかはもう再生つけてますね。はい、やっぱりこの再生をつけてるかどうかで、殴られた時に生き残るかどうかが変わってくるので、こいつも、そう、再生ついてるやつは生き残るんですよ。で、再生がついてないやつはやっぱ死んだんですよ。今、この戦死してるやつらが、再生ついてないやつらなんで、はい、怠けてね、再生ついてないやつがいるわけなので、じゃあこいつらは別に付け替えてるから、これ違うな。この辺のやつだな。いやでもこいつも使う気がなくて、誰だっけ忘れちゃったな。本田忠勝。そう、本田忠勝とかもそう使ってたんですけど、そう、再生ついてないんですよ。だからね、再生はね、あった方がいいかなって思っちゃいますね。ヒカさん、私はフルフラットにするか、パーセント混ぜるかで迷っていて着手できていません。はい、それはもう本当に悩みどころだと私も思っています。というより、最終的には私の防衛艦の装備は、アケメネスフルセットというよりは、何でしたっけ、アップグレード、最近増えたじゃないですか。で、この辺とかも活用して、なんというか、
セットをいろいろ組み合わせを考えたいなと思ってるんですけど、まだそこまで行き着いてないんでやれてないんですよね。ララさん、最近防衛艦の装備をアケメセットではなく文明装備に切り替えていこうかなと検討中です。アケメは主張に挙げる。でもまた強化するのが辛いです。いや、そうなんですよ。また強化するのが辛いんですよ。それがね、それがネックすぎて、なんていうか、とりあえず順番的にはまだだな、みたいな、そんな感じになってるんですよね。ヒカさん、再生つけてる上に強化マックスなのに毎回死ぬうちのアンドリー・ジャクソンさん。おう。おう。あ、そう、強化もね、大事ですよね。こいつ、実は、戦車から負傷者にみたいなやつがあるんで、政治力大事ですよね。はい。私、まだ、サボっててあげてないです。私、今、最近引いたスカンデルベグさんをあげるのに夢中で、こいつにばっかり強化してました。アケメ装備のアップグレードにも素材がない。いや、そうなんですよ。素材がないんですよ。まあ、素材がないので、文明装備を上げるのもやっぱ大変じゃないですかっていうのもあって、1個をめっちゃ強くするよりは、アケメ装備の主張をなんとか増やすっていうところがとりあえずは優先で、その後考えるでいいのかなって思っちゃいますね。ありもので最大限の効果が出せるのが、一番その効率がいいのかなっていうふうに思っていて、ヒロさん、文明装備のフラットリファインは厳しいと思うので、アケメの S で OK だと思います。いや、そうですよね、そう。強化石の使うのが、まず、文明装備、きついですよね。高いんですよ、確か。私、文明装備が、なんか、あれ、星だけ1個持ってるはずなんだけど、あれれ、ラン姉ちゃん腰なかったっけ？えーっと、エレクトラさんが装備してる。腰で合ってるじゃん。そう、強化に必要な強化石が200必要で、金は 1M なのが、このアケメネス装備なんですけれども、文明装備になってくると、なんでここで文明装備強化出てこないんだろう？不思議だな。はいはいはい。文明装備だと、強化石300必要で、さらにお金も 1.5M っていうので、1.5倍なんですよね。もちろん、そのパーセントの上限が25%から30%まで上がるけれども、それだけ、沼が深くなるってことなので、さくらさん、頭の方は一応4スロットとも金フラットにしたんですが、きつかったですね。あ、4スロットとも金フラットにしても、いや、相手のバフにもよりますよね。あ、ヒロさん、ジャールさんはアタックもするので、文明装備アタッカーに回した方がいいので、ありがとうございます。はい、そうですね。なので、私はもう完全に、アタッカー用にしてます。アタッカーのエレクトラは、そう、アレス、アケメネス3つの文明1。本当は文明2にしてセットバフを有効にしたいんですけれども、さすがに文明装備1個しか交換できないっていうのもありつつで、今この形になっていて、そのテーベのレッグアーマーですかね、にして、アタック時の射撃兵の攻撃力を上げるになってますね。はい。そう、なので、そう、私も、そう、アタックもしたい方は多分文明装備はきっとアタッカーにつけた方が効率がいいかなとは思ってます。ほいほい。皆さん、ありがとうございます。助かります。いろんな話題ができる。さてさて、ちょっと待って、なんだっけ？次のやつは、そう、そう、それまさにその、アタッカーだけど、防御受けしたけど、たくさん、削ってそのポイントもらいました Y のやつで、まあ、それをね、調子こいて、戦ってたら、この人ね、計39だったかな
はい、この人にね、一撃で吹っ飛ばされたんですよ。4.1B の方。もう、もう、強かったな、この人、本当に。ニュードウグさん。はい、15.5M しか損失を与えられずに 207M 吹っ飛ばされてる、このね、残念な感じですね。はい、シャロン、相手強くこの前のシャロンは、うちの同盟は2位だったんですよね。で、1位だったのがこの方の同盟でしたね。はい。で、射撃兵で殴ってきてるんですけれども、射撃だったよね。はい。エレクトラ。で、もちろん14がいるんですよ。いやー、14なー、14なー。で、バフも攻撃力1400ということで、これね、これ悔しいよなー。ただね、K39 にしては1400。いや、でも、部隊定員数 3.3M ですからね、これもう勝てるわけがないよな、みたいな。もう、こういうやばい人の攻撃を一瞬で見切ってテレポートで避ける技術はどうすればいいのかなっていうのをなんか結構悩みだなって、この1週間いろいろ試して思いましたね。はい。この時もね、確か騎兵を、逃してるんですよ、ゴーストで。だから、騎兵は多分死んでないんですよね。そう、騎兵死んでないんですよ。だから、騎兵死んでないから、その後、モンハンはできてるんですけど、でも、騎兵をゴーストするっていうことは、避けるまでにワンテンポ遅れるんで、テレポート回避できないんですよね。これマジでこれマジでどうしようもなかった。でも K39 で1900で低くないですか？部隊数がすごい。いや、そうなんですよ。私も、確かこの方は K39 だったと思います。4.1B K39 で部隊数も 3.3M なんですよ。ただ、そう、攻撃のバフ、それで見た時の1400は、なんか、もうちょっとあってもいいかな、みたいに思っちゃったなっていう。はい。ララさん、T1 の数が1億いたら耐えてたと思いますけどね。はい、そうなんです。私もそう思うんですよね。まあ、ちょっとね、射撃のバフがまだ足りてないんで、まだ、最低50は伸びる予定なんですけれども、そう、まだね、アケメネス装備が足らなくて、そう、まだこんなもんしか、デバフがかけられないので、この状況なんですけれども、そう、これね、ワンチャン、T1 ちゃんといったら、ここまで壊滅的ではなかったんじゃないかなっていうのが思って、そういった意味では、そう、試せてよかったなっていう、はい、まあ、SVS でも死んでるんですけど、SVS と違って、その、シャロンとか BOC は、まあなんか別に、ね、失ってもあんまり痛くないんであんまり痛くないんで好きに試せていいなって思ってるんですけれども、はい。そうですね、T14 の射撃兵とかめちゃくちゃいるんですよ、3M。でも、多分この構成多分あんまり良くなくて、T12 の射撃兵こそ増やした方がいいと思うんですよね。基本は T12 が一番多くて、そこから山なりに、レイヤーを組むのが射撃兵の最適解だったかなって思うので、まあ、その意味も込めて、多分この方にはやっぱり、なんとかね、勝ちたいかなっていうところはありましたね。そう、逆に T1 馬もうちょっとあればワンチャンあったんじゃないかと思わせてくれる、そういいログだなと思ってました。さくらさん、先週のシャロンは K42 の弓3000にボコボコにされました異次元K42 弓3000、それはね、もう無理ですね。なんていうか、運ゲーです、運ゲー。相手が悪すぎる3000っていやー、ちょっと実装されてるんですねっていうマジで当たるんですね。弓3000に当たるんですね。ちょっとしょうがないです。なんていうか、大災害に見舞われてしまったと思った方が。外山さん、むしろ消費還元の回復リワード用に使う。いや、それ、わかります。そうなんですよ。はい、まさに、
ここで、全損したんですけど、アタッカーだけ回復して、次、同盟でね、流れに行って、一泡吹かせるっていうのをね、やりましたね。これ楽しかったですね。はい。そう、さっきの、同盟のまた別の方。この方は、計いくつだっけな忘れちゃったんですけど、桜さん、好奇心に受けてみたくなった。まあ確かになんかその記念すべきロゴを残したくなりますね。面白すぎるはい、これね、うちの同盟4人でラリーをして、はい、ラリーセッターの方に組んでもらって、騎兵って言われていたのに、私、それ勘違いしていて、射撃を出すっていう低たらくをね、犯してるんですけれども、はい、相手をね、削れてよかったなと。これなんだっけT1 馬だったのかなはい。そう、これは、最初に名手のりょうさんが、ビッグセージで殴って工場兵器を削ってくれての中の、連撃で、落としに行ったみたいなやつでしたかな。はい。そう、なるべくね、アタッカーのラリーにも乗りたくて、で、アタッカーのラリーに乗ると、ルーンをもらえるので、はい。そう。ちょうど回復スピードアップの、還元中だったので、アタッカーだけ回復してぶん殴りに行ってましたね、シャロン。そう、シャロンね、四つどもえで、なんていうか、殴り合いがたくさん発生してすごく楽しいですね。私もともと別のゲームで、エボニーに似たようなゲームを昔にやっていて、昔やってた時はもう廃課金だったんですよ。で、もうその時の名残で、そう、こういうね、戦争ゲーム、基本的には好きなので、そう、もうみんなでね、ラリーかけて殴るとか、ラリーで援軍入れて防衛するっていうのがすごい好きで、そう、早くね、それをやれるようになりたいんですよね。はい、ということで、はい、これは楽しかった思い出です。で、はい、次が、これがツイッターで報告したやつでしたかな。はい、このサイトさん、この方、なんだっけ ?K36 だったかな確か。はい。外山さん、モンハンの戻り際に狙われて潰されました、シャロン。いや、そうなんですよね。戻り際狙ってくんのうまいですよね。あと、その、戻り際になんか2人ぐらいから連撃してきて、その時間差で必ず潰せるように狙ってくる方とかいらっしゃいますよね。そう、なんかそういうのを考えると、なんかモンハン、ポイントも少ないし、なんかモンハン、あんまり意味ないよなって思う部分もあったりしますよね。なんかでもなんかずっと、じっと餅つきしてるのもつまらないんでやるんですけれども。はい、これが、土曜日かな土曜日の、夕方かいつだ夕方じゃねえや、19時24分ですね。土曜日の、まあ、もう夜ですかね。SVS で BOC 前に、ちょっと遊んどこうと思ってやっていたやつですね。月見さん、最近よくやります。2人からバラバラと攻撃される。いや、そうなんですよ。やっぱり、ね、モンハンの戻り際ってめちゃくちゃ弱いタイミングだから、そう、特に戦場なんか、それ狙った方が効率がいいですよね。なんか、別にラリーしなくても倒せる敵だけど、逃したくない時とかは、ラリーかけるより、複数人で同時に殴りましょうって言って、大体同時にはならずに絶対ずれるんで、その1秒ずれを狙って誰かがむしり取るで、十分強いですよね。奈良さん、うちのバトルの、違う、そうです。その前のやつです。その前のやつです。それね、その後来ます。
はい、そう、これがそう、めちゃくちゃ良かったやつですね。その SVS 戦で、相手のサーバーに遊びに行って、まあ、いろいろ、ちょっかい出して、誰かに殴ってもらおうとしていたところ、K36 の方が殴ってくれましたのやつですね。だから、部隊総数 1.4M とかだから、まあ、まあまあ、まあ、K36 にしたらちょっと少ないんじゃないかなって思っちゃったんだよな。そうだよな。はい。で、負傷者と、戦車ということで、こっち 32M の損失に対して相手 109M ということで、これは防衛勝ちができたかなっていうやつですと。はい。で、バフがね、そんな強くなかったんだよな。そう。この方、そう、将軍のレベルもそんな高くないですし、ただ、K36 なんで、ちゃんと14の兵士はいるんですよね。14の兵士はいるんですけれども、そんなに、なんというか、レイヤーもなんかしないけどちっちゃい、アムル・イブル・アル・アルース。なにこれ、この師匠初めて見た。アンドリュー・ジャクソン。エリーゼデイビッド・ファラガット知らない人だ。ボードバン。マルクス・アントニウス。ジェームズ・コンラッド。はい、ちょっとね、師匠の付け方がごちゃごちゃなんで、なんというか、課金はめっちゃされてるけれども、なんというか、あんまりなんか、理解してつけてないような感じを感じてしまう構成ですねというところで、はい、この方は、はい、格上ではあったんですけれども、一応防衛が機能して、で、これも、これは、騎兵のモンハンの戻り際を狙ってくれたのかな。そう、偵察なしで殴ってきたんですよね、この方。多分、K34 で格下で、私、400M しか戦力ないんで、1億はね、騎兵ないのは丸分かりなんですよ。ただ、実は3000万いるんで、はい、しっかりここで肉壁になって防衛できてる感じがしますね。さくら夏音さん、レベリング中、いや、どうなんでしょうね。なんかちょっとそう、不思議な構成でした。そう、バフがね、そんなに高くないんで、助かりましたね。攻撃力813とかなので、私の射撃兵の攻撃デバフが352なんで、まあ、半分近くに落とすことができてますということで、やっぱりデバフがしっかり機能すると、しっかり防衛できるんだなっていう感じで、そう、これが、今回の SVS でね、一番良かったところですね。ここまではポジティブだったんですよ。で、そっからかななんかこれも、これはあれだ。22時07分なんで、BOC ですね。BOC で、K34 なんで、多分同じぐらいの方ですかね。はい、戦力もちょうど同じぐらいです。同じぐらいの方が、殴ってきてくれたので、返り討ちにしましたよってやつで 4.8M の相手マイナス 90.7M ですね。ヒカさん、私も属種訓練めんどくさくて、いつも一人だけレベリング将軍混ぜます。まあ確かにな、別に装備が、装備が偉いから、レベリング、レベリング将軍1体ぐらいは混ぜていいのか、おもろいな。そうですね、属州都市のやつも、属州都市の市長もレベル上がるんで、効率はいいですよね。はい。この方、K さんじゃ、この方もね、なんかそんなに、そう、なんか、謎アタックを、レイヤーがない謎アタックをしてくださったので、はい。普通に T1 で受け止めることができましたということで、前までだとやっぱりかなりね、兵を痛めていたんですけれども、今回の負傷は、そう、騎兵かな騎兵がちょっと減ったぐらいか。うん。歩兵と騎兵をちょっと失ったぐらいで、一番重要な射撃兵とか、その辺が生き残ってるからな。T1 馬ってどうなってんだ？ T1 馬誰も死なずに全員たくさんキルしてるは偉い。はい。
奈良さん、確かに、新徳さん、今日ゲットしたけど、レベル上げ面倒なので、今度連れて行ってみようかな。そうですね。確かに、1個だけやるってすげえいいなって思っちゃった、今。素晴らしい。そう。レイヤーない謎アタックたまにありますよね。あります、あります。でね、これ、もしかしたらなんですけど、これね、始まって7分とかなんで、あの、BOC とか戦場って5分からスタートじゃないですか。なので、ファーストアタックですよ。ファーストコンタクト。なんかね、決勝鉱山あたりでのファーストコンタクトだったんですよ。行き先かぶって、で、あの、ほぼ同時。4秒後アタックしてるんですよ。私もアタックするし、相手も殴ってくるしっていう、相手計34だったんで、もう、いっかっつって、ぶち殴ってるんですよ。多分お互いに。はい。っていうことで、私はちゃんとドーピングしてたんですけど、この方ドーピング忘れてたんじゃないかなっていうのが、部隊定員のドーピングをしてないと、上から優先されるので、下の兵入らないですよね。この方、なんか、入ってすぐだったんで、部隊定員ドーピングし忘れたまま、部隊定員ドーピング前提の変態で殴っちゃったんじゃないかなっていうのが一個考えられる感じかなというはい。まあ、この方の方がね、先に殴ってきてるんで、はい。まあ、そう、美味しく、90.7M 借り取った上で、さらに私もぶん殴って、41.4M 失ったんですけど、191M 削り切るっていう、はい、なかなか、えぐい損失を与えることができてね、これこの前の BOC、しょっぱな輝いてだいぶ満足した感じでしたね。そう、ある程度の防御力があると、もう、アタックに触れるのがすごくいいなっていう、そう、作ってよかったなって思いましたね。はい。そう、私もね、そう、ドーピングして、1.37の部隊数ですね。はい、これでぶん殴って、相手削り切ってるんですけど、私ちょうど、この時は、技量とかも切り替えてたんで、1028%ですね。なので、まあまあ、やっと1000を安定して超えてきたということで、射撃兵1028に対して、相手のデバフがね、そうでもないんですよ。100しかデバフがなかったので、900の攻撃力で、殴ることができての、なので、バトルの詳細で、削り切ってて、この方 T1 はいたっけ？多分いないんだよね。なんか、増やしてる途中ですね、多分ね。8.6M とかなので。はい。なかなかいいアタックが取れたかなということで、そう、ファーストコンタクトでね、ぶち殴って、あ、なんか2回目も殴ってきてる。なぜ？はい、開始数分ですっからかんになってましたね。ちょっと覚えてなかったです。ただ、ここと対戦してる、これ、7分13秒の出来事なんですけど、この対戦が終わって決勝鉱山取って人落ち着いたぜと思ったら、ボコられるんですよ、この 3.2B に。コングズパパさん。はい。コングズパパさんね、なんだっけな、忘れちゃったな。とりあえず超格上だったの覚えてるんですけど、強かったですね。はい。これもね、68.2M しか取れず、はい。攻撃力がね、1500のバフ。やっぱ1500のバフはね、まだダメですね。はい。1500のバフだと、もう削られちゃうっていうのが、やっぱ分かったかなっていう感じがしていて、射撃のバフがね、やっぱ350にしかデバフできないんで、はい。これはね、これ苦しかったですね。ただ、一応 68.2M 損傷を与えてるんですよね。だから、疲弊をね、増やすと、またちょっと違ってくるだろうなっていうのは思ってはいますと。はい、T1 の馬ですね。今、
まあ、144系しか倒してないけど、これをね、もうちょっと頑張ってくれるといいなっていう感じですね。はい、この方は、はい、エレクトラもレベル39で、そう、強かったですね。確かね、K38 か K39 だったと思います。もう最近、戦場には絶対39がいるの、何なんだろうなって思ってるんですけど、ちょっと強すぎますよね。もうちょっと36とかの方多めでお願いします。39は異次元なんよ。トタヤマさん、サバ戦で釣りをしてたら 7.1 尾に全面させられました。前回のサバ戦、援軍も入ったけど一発でした。援軍入ってて一発は辛い。辛い。いや、それね、私もやられた覚えがある。今回ではないけど、前の回の時に。いやー、難しいですよね。相手が強すぎると、援軍詰め込んでても負けるっていうのが全然ありますよね。この辺のやつはなんだっけ。この辺もまたラリーで倒した時のやつですね。最近はラリーにも参加できるようになってきて楽しいですね。はい。はい。で、なんか PVP レポート何個か足らないな。私、そう。今回のサバ戦は、2回全損してるんですよ。2回全損してるうちの、これはブロックできたパターンでしょ？ SRB。あれなんかもう一個全損があった気がしたのになんか忘れちゃったな。忘れちゃった？消すなんてことある？消してないと思うんだけどな。あれ2回全損したような気がしたけど、1回、いや1回か。これだな。負けたレポートは保存してるようにしてます。今後参考するために。いや、そうですよね。そうですね。いや、あった。2回あったわ。はい、もう一つの方が、これ BOC が終わった後、かつ、そう、BOC が終わった後に、社かな殴ってもらおうかなと思って、社で、遊んでいた時のやつですね。で、これね、2時18分11秒と2時18分13秒に来てるんですけど、はい、2時18分11秒に来た方は、ブロックできてるんです。まあ、相手も 307M とかなんで、多分きっと、計32、33、33あんのかな？ 32 とかだったかもしれないです。はい、こっちは、多少の負傷者を出しつつ、で、そう、でも攻撃力1000あるから十分強いな。何で来ていたんだ？エレクトラかな？エレクトラですね。エレクトラカールで来てますね。普通に強い部隊で来ていて、でもこれは倒せたんですけれども、もう一個ね、2秒後に来たやつがエグかったですね。はい、3.8B さんがぶん殴ってきまして、はい、相手に 10.6M の損失しか与えられずに全損しましたね。はい。これはね、これは、痛かったですね。これは、ギャースとなった。まあ、この404の B5 さんが、今回のサバ戦で相手のサーバーさん1308ださんかなの中で、その一番強い方だったっぽいんですけれども、はい、そのね、強い方にね、目をつけられてしまいまして、ドカッと一撃でやられてしまいましたと。で、バフがね、やばくて、攻撃力1875%ということで、はい、やっぱりですね、1500以上はダメだと。今の私の、
まだね、T1 が3000万しかなくて、バフもまだ60%の状況だと、1500以上もダメですと。はい、もう1800とかもお話にならなかったですね。こっちの、アタック全然通ってないですからね。ララさん、せっかく B5 さんいない時間に言ってたのに、いや、そうなんですよ。そう、これね、この時ちょっとだけそう、ストーリーがあって、あの私のサーバーの、BOC の時間が、まあ、22時から24時だったんですよ。で、たまたまその後、ララさんたちとその話してる時があったんですけど、ララさんたちがその BOC 参加しているお相手が、まさにこの1308さん、この B5 さんがいる同盟とララさんたち戦ってて、だから私知ってたんですよ。この方たち、0時から2時までいないっていう、0時から2時までいないっていうのを知ってて、そこで、じゃあ今狙い目じゃんって言って、あのー情報は武器だぜとか思いながら行ったはずなんですけど、なんかしないですけどね、ピラミッドのレベル5を5個ぐらい見つけてあの、はい、なんか、ドピラミッドやってたら、なんか、彼ら帰ってきちゃったんですよね不思議ですね。はい、なんかね、ありますよ。このピラミッド何万超えましたっての。ほら、来た、これトレジャー、これじゃない。これですね。トレジャー半島、8500超えました。4000超えました。このね、時間がね、1時6分とかなんですよ、これ。サーバー戦争で飛んだはずの時間帯になんか知んないけど、ピラミッドをやってて、はい、なんか、サーバー選手君スコア、そうですね。これ、やられた時のやつですね。はい、ピラミッドをやって、帰ってきた頃にしっかり狙われて、ボコされるっていうね。一応リワードをね、初めてシルバーさんまで取れたのは良かったんですけれども、なんか知んないけど、ボコられましたねはい。これね、やっちゃいましたね。はい。外山さん、バフをそこまで上げるには装備とエンブレムなんですか？要素は多分、めちゃくちゃいろいろあると思います。装備もそうですし、エンブレムもそうですし、多分ギアも、多分違ってきますし、あとは、ドラゴンとかの評価とかも高くなってそうですし、あと、何より、レベル36以上の研究でもバフが上がりますしね。この方、今見に行けんのかな？見に行けないかな？そう、将軍ランキングとかでもね、上にいたはずなんですよ。エリーゼ。これ何で殴ってきたんだろう。はい、今ならね、見れるんで見よう。この人何で殴ってきた？ちなみに、この B5 さん、翌日にも私ボコされてます。はい、これね、2時18分にボコボコにされた時のやつなんですけれども、次の日ね、あとちょっとでゴールド1の、リワードがもらえるし、もう少しでもちょっとポジティブ増やしたいなと思って行ったんですけど、はい、他の人に、他の人に見つかることもなく、いきなり、一番強い人に引っかかりましたね。はい、なんか2回殴られ、B5 さんに2回フルボッコにされて死んでます。はい。この時は、そう、騎兵が、ゴーストしてなかったんですよ。なので、騎兵ゴーストしてなかったので、相手へのダメージ多いんですけど、損失が増えてるっていうね。ちょっと待ってくださいね。彼は、何で殴ってきてんだ？義経さんですね、義経さん。義経さん見に行こう、義経さん。私はまず T14 作れるようにしないとな。いやレベルね、36、35。
ちょっとね、そのあたりからリソースが大変すぎて難しいですよね。はい、この源義経さん、はい、このね、B5、1位ですね。戦力ランキング1位の、はい、9.5M の戦力の、将軍で殴っていただきました。光栄ということで、はい、装備とかがね、見れないから見れる見れる。はい、文明装備、マックスでございますね。しかも、星が光ってる、スターダストなんちゃらがついております。やべえ、やべえ。アッパーズ、テーベ、プランタジネット、アッパーズ。はい。まあね、特性5とか、覚醒は当然として、文明装備がきっちり載ってますね。まあ、ドラゴンはケルティックデーモンっぽいですね。はい。で、レベル38ということで、こりゃ強いよ。そりゃ強いって。ドラゴンのバフ100プラス110っていうことは、そこまで強いわけじゃないな、多分。ケルティックデーモンレベル11じゃないかな。ララさん、自分が追い受けた将軍の情報を見れるの嬉しい。ララさんもララさんもそうか、攻撃受けたんでしたっけ？はい、B35 さんの、はい、情報は私、めちゃくちゃ見れちゃいますね。もうすごいですね、これ。装備だけで1メガ戦力上がるんですけど。やばいよ。なんじゃこりゃ。私も受けてます。はい。いや、この方強すぎますよね。いやね、ララさんがね、勝てないのもね、私が勝てるわけないんですよ。マジで。いや、よかったです。はい。そうですね、サーバー戦争で、まあ、そもそもね、アクティブに動いてる人がそんなに少なくて、超強い人がやっぱり動いてるんですよね。で、超強い人に見つかったらなすすべもなく負けるんで、最近のサバ戦、そればっかなんですよね。マジで難しくて。で、一人で、行くと、カモになっちゃうから、誰かと一緒にお願いをしたとしても、今度は、味方に援軍入れてもらっても、今度味方がポイント稼いじゃって、自分が結局ポイント稼げないとかになっちゃうんで、そう、やっぱね、パンチ力を上げて、頑張れるようにしないと多分いけないと思うんだよな。ララさん3回防衛しましたよ。なので T1 の数です。おお、すごい。すごい。3回も防衛できたんだ。増やします。はい、T1 増やします。まあ、増やせる算段はあるんで、再来週の王の対決、兵の訓練が出たら頑張ります。もうリソースはあるんだ。でも、こんな資源還元がないときにやりたくないんだ。はい。いやー、はい、私を殴ってきた方もいらっしゃるわ。まあそう、やっぱね、この B5 さんがめちゃくちゃ、やっぱ飛び抜けて強かったですね。で、ちょっとこの方は、はい、ちょっと私ではね、勝てるわけがなかったなというところで、まあ、ただ、もちろんね、まあ、勝てるわけはなかったけれども、まあ、いいデータが取れたなと思っていますということで、ちょっと待って、ウォーロードいるじゃん。ウォーロード出したい、ウォーロード。ウォーロード出さないと。ウォーロード、ウォーロード。頼む。OK。いやー、さすがです。はい。まあ、ここまでのところでですね、はい、振り返りでした。まあ、とりあえず、3000万作っただけでも、十分その防御ができるようになってきたかなというところと、まあ、それと合わせてね、アタックもできるようになってきたっていうのも分かってきたので、はい、あとは、単純にね、数を増やすだけというのと、あとは、デバフですね。デバフがですね、ちょっとね、賢者の石が足らないんですよ。はい、今ね、1800しかないんで、で、1個のデバフ研究するのに305とかかかるでしょ。でも、あと 6とか
ね、まだ伸びしろがまあ5あったとして、これで5子20でしょ？ 5 子20と、これで獅子16、36。36で、賢者の石が、まあ、平均400として、ちょっと無理ですね。はい。ちょっと賢者の石が全然足らなくて、デバフの研究がね、ちょっと今、滞ってますというところですね。はい。ちょっとね、デバフで、なかなか賢者の石が、要求数が増えてきてしまったので、1日1研究ですかね。前まで1日1研究だったんですけど、アメリカの文明に変えて研究速度が速くなるので、もうお助けたまったら研究完了させて、ひたすら研究するっていう進め方をしてたんですけど、今はちょっと賢者の石をためモードに入ったので、文明をね、アラビアに変更しました。おー、これ買い忘れてる。はい。はい。アラビアの文明にしたことで、この文明特色ですね。この祭祀ボーナスがプラス 5% つくようになりましたので、今はね、その君主エキスポ、君主レベルをね、上げたいなと思って、はい、今20%まで来てますね。はい。で、そう、賢者の石を貯め始めたのにはもう一個理由がありましてっていうので、そう、羽を取る理由の一つに、羽を取ったらやっぱね、文化遺産をすぐアンロックしたいんですよ。羽を取ることで、この軍神アレスをゲットできますと。で、資源なんかは、まあ、ね、箱を出せばすぐに出るのでいいと思うんですよ。でもこれ、あれか、5億か。5億だったらなんか資源還元の時やりてえな。はい。で、要求するやつの、そう、バッジは満たしてて、軍神アレスも羽を取れば OK です。で、資源も大丈夫ですってなった時の、ネックになるのが賢者の石で、賢者の石4000貯めてないといけないんですよね。で、ただ今ってもう、ひたすら自転車操業を繰り返すようになっちゃってたんで、いつまで経っても4000たまんないなって思っちゃったので、まあ、賢者の石をね、貯めつつ、毎日研究しつつっていうバランスで、じんわりじんわり増やして、この賢者の石のその4000を目指したいなみたいに思っていますというのもあって、そう温存モードに入りましたと。もともと T11 億作ったら、最低限翼を狙える条件は揃うかなって思っていたので、はい。っていうことで、そう、羽取りも意識するんだったら、ちゃんとアンロックできる計画も立てなきゃいけないよねっていうので、はい、ちょっとね、研究を、のスピードを落とし、まあ、デバフはね、重要なんですけども、現実、別に今すぐこれらをできるほど賢者の石は持ってないので、はい、一番、まあ、いいラインはこんな感じかなっていう育て方に今していますと。はい。そんなところですかね。できればね、できれば、はい、早く君主レベルを上げて、さらに技量を増やしていきたいですね。はい、都市攻撃力が欲しいんです。はい。さて、そんなところで、振り返りですね。はい、もちろん格上にはボコボコにされてしまったものの、最低限の戦果が取れるようになりましたと、なってきたなという、実感を持てたので、まあ、良いトライだったかなっていうのと、はい、ね、めちゃくちゃ強い人の強襲にはどうしようもないので、なんかいかにテレポートできるようにするかとか、ちょっと考えないといけないなっていうのを、まあなんか課題というか、思ったところで、はい。まあ楽しい PVP ができたのかなと。はい。まあね、楽しい PVP できたのかなっていうのもいいんですけど、まあね、本当はね、本当はね、ポジティブで終わりたいですね。はい。初めて 154M ポイント取れたのは良かったんですけども、ロストがね、非常に残念な、はい、420ということで、残念すぎますね。はい、ネットスコアマイナスということで、はい、これをね、プラスにできるように、まあ、今回は、
日曜日に、特攻したのには、一応理由があって、王城相手の王城を征服することができたんですよね。はい。他の同盟の方が、うちの、自分のサーバーはうちの同盟の、方が取ってくれて、で、相手のサーバーは別の同盟が落としてくれてっていうので、そう、ポイント的に勝ち確になったんですよ。通常のポイントはね、負けてたんですけど、そう、王城の、逆転ポイントですね、奪うが確定したので、まあ、奪うっていう状況であれば、まあ、もう一回ぐらい検証してもいいでしょうと思ったんですけど、まあ、一回もね、検証できることなく、最強プレイヤーに叩き潰されて、このざまでありますという感じで、はい。さくら夏目さん、省庁の将軍の赤星つけるか迷うな。これね、迷いますよね。でも、アレースの地を使うのが辛いですよね。でも、飯直正さん、彼は本当は PVP に使いたいんですけど、まだ育てられてないんで、ここに鎮座してますが。そう、アレースの地もなかなかね、貴重なので、悩ましいですよね。ララさん、王と占領。はい、うちのサーバーこのパターンめっちゃ多いです。うちのサーバーは、なんか、大体、ロスポイントが多いんですよ。はい、サーバー戦争中、もう基本的にもうなんかもう赤のゲージがこっちにあって、大体オートを占領して逆転するみたいな、そんなのばっかりで、ちょっとね、あんまり良くないですよね。はい、私みたいにロスポイントが多い人がいけないんだと思います。気をつけなければいけない。あ、APTX が別の同盟に移ってる。はい。まあ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 、そんなところで。PVP の振り返りはそんな感じかな。はい。いつかね、はい、この、このエボニープレイ配信は、無課金プレイヤーの、JAL さんがいつかね、このサーバー戦争で活躍できるようになるのを目指す、エボニー配信ですので、はい、引き続きね、やっと、やっまあ、最低限戦えるようになってきたかなというところなんで、はい、頑張っていきたいかなと思います。ララさん、でもみんなロスト多いんだったらロスト怖くなくていいですね。そうですね。なんていうか、もちろんダメだよっていう話は、もちろんあるんですけど、なんていうか、頑張った上で仕方ないロストもあったりとかするので、悪用してる人がいるわけではないのはいいかなとは思います。跳ね取りするためにわざと死にまくるぜみたいな感じじゃなくて、頑張ってポイント稼いだんだけど、敵強すぎて、めっちゃ失っちゃいましたみたいなパターンが基本的には多いので、はい。もちろんね、そういうのも下げられるのがね、いいとは、下げた方がいいんですけれども、はい。その意味では、なんというか、前向きなロススコアというかが、多いと信じています。必ず全部そうかというと、なんか、もうちょっとうまく戦った方がいいよねっていうのはあるかもしれないですけど、基本的には、はい、前向きなはずだと思われますので、なんというか、はい、噂で聞く他のサーバーほどの殺伐ではないのは、嬉しいなと思います。はい、やばいやばいやばい、ずっと話してたらいつものペースで話すので、これ1時になっちゃうんで、そろそろ、イベントの振り返りとか、なんかその辺のところを話して終わりにしようと思います。まあ、振り返りといってもね、今は長期イベントの途中なので、振り返りというものではなくて、今のイベントの話を多分していくのがいいでしょうというので、まずはこの祈りのセレブレーションですね。はい、これ皆さん、ちゃんと集めてますかね。毎日モンスター討伐でゲットできるんですけど、10個までゲットできるんですけど、なんかね、ごちゃごちゃ書いてあるんですけど、今出るのウォーロードだけです。ウォーロードを狩らないと、このエマコインがゲットできないんですよ。これ気づかないと、ケルベロスとか、
ぶん殴ってても全然もらえないので気をつけてくださいと。気をつけてくださいって言ってもね、このイベントももうあと今日明日で、この前半くじ引き期間みたいなの終わっちゃうんで、後半はどうなるのかわからないですが、はい。私はね、毎日10個集めて、10個集めたらこの10回引いて0にするっていうのを繰り返してました。っていうので10個集まってるから引いちゃおう。はい。まあちょっとね、報酬は大したことなかったですね。はい、一応、リワードいろいろあるんですけれども、まあ、当たりは、もちろん、賢者の石と、強化石と、命の源とかですかね。はい。ちゃんとね、確率も表記されてて、出ねえよっていう感じになってます。はい。これ、将軍エキスポを混ぜるのマジでやめてくれないかな。君主エキスポはいいんだけど、将軍エキスポ、もう、誰が求めるんだ、これは。端数で使うときはあるけど、基本的には将軍エキスポはいらないよ。はい。ということで、祈りのセレブレーションですね。毎日モンスター10個。ウォーロードを買って、10個集めましょうというところですと。はい。1回も引いてない方はね、多分40溜まってるんじゃないかなと思いますと。はい。で、逆に40溜まってない方ですかね。は、多分取りこぼしがあるので、ウォーロードを借りましょう。気をつけてください。で、はい、探検衛星、はい、これ、また来ましたね。はい、課金者限定イベントです。はい、ガンスルーします。私は関係なかったです。はい、もう分かってました。前裏切られたので、もう見ません。はい、その他のところはいつも通りです。シャロンがね、また、来週までかなは、今週来週まで多分シャロンの3回戦目、4回戦目だと思います。ね。はい。で、あとは達人を目指す旅ですね。これも、チャレンジクエストね、毎日やんなきゃいけないやつなので、忘れずに、毎日、こっちのリワード取るのはもうとりあえずいいから、もうこの活躍度のこのポイントだけ、忘れずに、やりましょう。外山さん、5000ジェムでサイコロ振れますよ。いや、こんなランダムなやつに5000ジェムはかけられないです。装備のリファインがしたいので。そうなんだ、5000ジェムで引けるんだ。でも、それ、そもそも知らなかったです。パッケージの購入。本当だ、知らなかった。いや、でも、いいです。はい、これにかけるより、将軍の強化とか、ドラゴンの強化とか、装備の強化に使いたいなと思うので、ジェムは貯めます。いやむしろね、今ね、ジェム一番使いたいのはオークションなんですよね。オークションで、賢者の石買いたいんですよね。里山さん、今回からみたいです。私もしません。あ、そうですよね。てか今回からなんだ、やっぱり。前なかったですよね。前はなかった覚えです。で、今回はもう見てさえいなかったんで、じゃあ気づきようがなかったな。ありがとうございます。そうなんだ。いやー、まあまあ。もうちょっと違うイベントをね、前回期待してたんですけども、ちょっと思ってたのと違ってな、残念だったな。これ出すの忘れていた。はい、はい、助けを呼びます。はい、あとは、これ、新勢力の台頭。これね、私、今、公式のエボに PC 版を今プレイしてますと。で、この PC 版が登場ということでね、この灼熱のカーニバルのリワード結構いいんですよ。PC 版でプレイすると、リワードがもらえますということで、私はこれで今3日目ですね。私昨日ログインし忘れてんだ。はい。まあ、ただ、この灼熱のカーニバル、期間の指定がないんですよ。なので、まあ、もしかしたら、この10日超えてもやれるかなとは思います。毎日、まあ、もちろんね、毎日ログインしていただくのがいいと思います。アレースの地とかね、もらえるので。はい。この10日間、ログインすると、なかなかね、いいリワードがもらえるし、何よりもこの累計時間のやつですね。これが、もう簡単に
いいリワードゲットできるんで、はい、今も、賢者の石180わーい。はい、秘宝ボックスももらえる、嬉しい。480でマックスなんですけど、480って、8時間じゃないですか。だから、もうなんかね、ちょっと SDGs から遠のきますけれども、PC でつけっぱなしにして寝ると、多分朝起きたら、このリワード達成してると思います。はい。全部のリワードもらえまして、いろいろあるんですけど、最後のやつでね、エピック歴史の名称がもらえますと。いわゆる外れ将軍もあるんですけれども、なんかしないけど、パラスさんもいたりとかする、結構優しい、あれですので、ヒカさん、PC 版でログインしたのにもらえなくて問い合わせてスルーされてます。それはひどい。それひどいですね。はい、PC 版に力入れてるんだったら、そういうとこちゃんと丁寧にやってよっていう感じなので、それは突しましょう。はい。このリワード、これだけで 30KG ももらえるんだ。これもらえないのはひどいや。ぜひ、きっと同じような被害に遭われている方いると思うので、ぜひ、ぜひ問い合わせましょう。はい。ログインしたのにもらえないのはひどいな。なんだこのウィングガーディアンって。特別な販売パッケージがもらえるようなやつか。私は関係ないやつだったんでいいや。はい。PC がある方だけになっちゃうんですけれども、はい。この灼熱のカーニバルですね。普通にお得だと思いますので、ぜひ PC がある方はやっていただくといいと思います。で、あとは消費還元イベントいつも通り、ジェムとスピードのやつが来ていますね。はい、私、ジェムをね、今回は、なるべく20で抑えて、次の消費還元タイミングは、強化の消費タイミングと被るはずなので、そのタイミングで、50万とか100万とかできるように、ちょっとためのターンかなと。できれば20万で終わらせたいんですけど、超えそうだなって思ってます。外山さん、最近課金誘導が進んでる気がするエボに、円安きつくなってるのに、いや、課金誘導、いや、そうですよね。このドラゴンの宝蔵とか、めっちゃ課金誘導ですからね。刻印パッケージとかも出て、なかなか新しいバフも増えたよ。このバフを有効するには課金してねっていうメッセージがね、ひしひしと伝わってきますね。はい。これもなんだっけ、スターライトメテオだっけ？そうですよね。スターメテオライトか。はい。スターメテオライトとかがもらえるし、これ見よがしの日本とロシアの鍵がね、もらえたりとかいうね、はい。お高いパッケージが出始めてますね。はい。一応ね、この過去の秘密ルート、これもね、課金誘導だと思うんですよ。この温泉、今回は温泉ですね。温泉がもらえます。温泉がもらえますが、温泉がもらえますが、これも課金しないと基本的には回せませんということで、課金しなくても1日1回無料で回せるんでね、これはね、忘れずに回しましょう。はい、あとは騎士の試練ですかね。今、騎士の試練来てます。私も途中まで上げてますかね。で、限定セールもいつも通り1日1回無料でもらえます。戦術研究はね、レベル36以上じゃないと、はい、ないんですけども、そうね、K36 でね、この戦術研究のこのランキングリワード、これね、ほぼ確実にもらえるじゃないですか。これ見るとね、K36 早くなりたいなって思うんだよな。ライバルが少ないから、やり得なんだよな。うちのサーバーでこれにノミネートされてるんだって11人だけでしょ？こういうので見るとね、早く上げたくなっちゃう。とりあえずベッティングコインにかけます。そう、ベッティングコインね、いいですよね。そう、私もベッティングコインをね、楽しみにしてます。さくらさん、高いな。Android 版でも iPhone 版並みになってきた。いや、そうですね。その差があるみたいな話ありましたけど、今は
はい。そう、今ちょっと話になりました。はい。バトルベッティングがね、またカタラヌムベッティングが、始まりますということで、今、まあ予選がね、4回中、予選4回中の今2回終わって、残り3、4ですね。それが終わったタイミングなので、そう、まあ2週間後ですよね。10日後。だからまあ2週間後というか、まあ再来週に、まあ、ベッティングショップがオープンしそうですね。はい。また、今日ね、気づいたんですけど、この活躍度の110かなで、はい、ベッティングコインがもらえるのと、王の対決、王の対決、あったあったあった。王の対決の、ここね、1個目でベッティングコインがもらえますっていうので、今、どんどんベッティングコイン今集まっている状況だと思いますと、はい、これもね、いいリワードと控えられるアイテムなので、しっかり集めていただけたらと思います。まあ、まだまだ先なんですけれども、これをね、今までの経験上、かけない方が一番儲かるっていう気がするんですけどもね、まあ、お祭りなので、またどっかにかけたいなと思っています。はい。あと、この辺のイベントはいつも通りです。ピラミッド頑張りましょうということで、私はね、今回は、なんかテキストアバーでレベル5を取りまくって、はい、すでに134M 超えててやったぜという感じですね。まあ、今回もね、500M で終わらせようと思っているので、まあ、ちょっと今週ちょっと忙しめなんですけど、なんとかね、時間を見つけてピラミッドを終わらせたいなと思っています。はい。そんなところですかね。あとなんか言おうと思った気がしたけど、忘れたかな。ああ、間に合わない。やめよう。間に合わない。間に合わない。これ、これ出そう。はい。まあ、そんなところで、まあ、今週はね、まあ、長期イベントの途中なので、はい。また、木曜日からね、パーンが始まりますぐらいだと思います。あ、ちっちゃいの、まあ、いいかちっちゃいの出さなくて。はい。ということで、あとはもしね、私みたいに、兵士蘇生待ちの方ですね、2日後ってなってますが、これ、サーバー戦争のチャットがオープンするのって、水曜の9時じゃないですか。そう、そこまでにね、復活させないと、兵消えちゃうので、皆さんお気をつけください。はい、私も回復も実は今ね、まだ回復できるんですけど、今ちょっと止めていて、というのも、こんなに戦力アップする余力があるんだったら、王の対決戦力アップの時にやろうと思って、今ちょっと貯めてます。はい。まあ、どっちみちね、資源が足らなくて、一気には全部回復できないんですよ。はい。それでも、だいぶ、だいぶでもないな。圧倒的に生き返すための米かな。米が足んないね。でもこれぐらいだったらすぐだな。うん。はい。1日で。もう明日には全開にすることができそうですね。はい。そう、ただ、そう、回復するタイミングも多分選んだ方が多分良くて、王の対決の戦力アップが、明日かな。明日来てくれれば、御の字。で、もう明日来なかったら、もう諦めて回復するしかないですね。消滅がしないように気をつけてください。あ、違うな。2day、8時間後の 2day だから、木曜日の朝か。木曜日の朝まで大丈夫だ。だから水曜日までですね。火曜日のリセット、水曜日のリセットでワンチャンがあって、そこで戦力アップが来たら、まあ、この兵士を蘇生させたりとか、するタイミングだと思いますと。兵士の回復、兵士を蘇生するタイミングにはそのタイミングがいいのかなと。あとは、戦力アップなんで、軍隊の招集かな。はい、この守備の力ですね。これも竜の鱗をたくさんもらえますので、5万作るんだったら戦力アップのタイミングかなと思ってますと。いうことで、私は、明日、明後日にね、戦力アップが出ることを、願ってますと。
はい、そんな感じですかね。はい、まあ、どっちみち、まあ、BOC もあるんで、もう水曜日のリセットでダメだったら、もう速攻回復させて、ここでね、回復させると、今、ちょうど消費還元イベントのスピードアップがやってるんで、ね、ここのスピードアップの、まあ、1800、1.8M か。1.8M 狙えるかなぐらいですかね。1.8M 多分無理だと思うんだよな。多分1.8ギリギリかなくて、まあ、BOC とかシャロンとかで、回復使って達成するみたいな感じだと思っています。はい、そんなに兵が多いわけじゃないんでね、多分 3.5M までは多分いかん、よほど、なんていうか、酷使しないとここまではいかないと思うんですけれども、はい。はい、そんな感じでございますということで、はい、今日はね、このやられたね、データを、ずっとお話をしてきました。はい、今の私の力量ですと、バフ1500%以上になると、まあ、勝てませんということで、やばそうな相手はね、しっかり逃げなきゃいけないなと思っています。はい。まあね、その逃げ方が難しいんで、それがね、逃げれるように、戦場にね、しっかり出て、テレポートがすぐできるようなプレイングとか、をちょっと考えていきたいなというところで、今日の配信はね、こんな感じで終わりにしようかなと思います。はい。一応ですね、来週は予定通り火曜日に実施予定です。ちょうどね、期間がリセットで切り替わるタイミングでいいと思う、いい感じなので、火曜日に、またやれたらなというところでございますと。はい、だんだん、PVP が、しっかりやれるようになってきたので、引き続き、地道にですね、バフを積み上げていきたいと思います。あ、お疲れ様でした。参考になりました。いやいや、ありがとうございます。皆さんがコメントしてくださって、はい、それによって考えられているところがありますので、大変助かります。はい、じゃあ、まだね、月曜日ですので、残念ながら、明日も、私は今日は休みだったんだけど、明日からまた仕事なので、今日はこんなところで終わりにしようかなと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。はい、またね、来週火曜日にやる予定です。ちょっとね、今日は遅刻してしまい申し訳ありませんでした。先に待機して、コメントくださっていた方、ありがとうございました。あと、月見さんもコメントでフォローしてくださってありがとうございました。はい、おすじゃる様です。お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。はい、今日はこんなところでおしまいにします。また、来週の配信でお会いしましょう。おつじゃる様でした。